皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は IC カードがすっぽり収まるサイズの布小物を紹介していきます。比較的簡単に作れますので、初心者様にもチャレンジしていただきやすいデザインになっております。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。今回使用する定規はネイジのオリジナルの付録の定規になります。定規がない方にも作れるように製図の方を紹介していますので、よかったら最後までご視聴いただき、一緒にチャレンジしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。画像をご覧いただきながら材料の準備をお願いします。こちらは仕上げの際にこの右側から7センチぐらいがポケットの部分になりますので、柄を合わせる時など参考にしてください。それでは今回はこちらの定規を使って合い印を入れていきます。まず生地を裏目にしましょう。端から7センチずつ印をつけます。7センチの印をつけるときは、この定規の場合7っていう数字はないんですが、5という数字が書かれてますよね。この5からこの端のこの部分、ちょうど2センチになります。なのでこの部分が7センチの位置になりますので、この布端にこうやって合わせていくんですね。このくぼみのところを合わせて印を上下につけましょう。合い印の線はだいたい深さ5ミリほどになります。そしたら印つけたところ5ミリほど切り込みを入れておきましょう。そうしたら今度は生地のこの表面にすると生地の上になる部分の中央に合い印を入れます。中央の合い印は2つ折りにして輪にした部分を横2ミリ、縦3ミリで斜めにカットしましょう。あんまり大きくなりすぎないように気をつけてください。この端のところ7ミリで折っていきますので、7ミリで折る際の目印になるように今回この定規を使っていきます。こうやってちょっとピンクで薄くなっている部分、これが7ミリになります。このくぼみもちょうど7ミリになっていますので、それに合わせていくと線が引きやすいと思います。こんな感じでこの布の端とこのくぼみのところを合わせて薄く線を引きましょう。これも同じように端から5ミリぐらいを切り込み入れておきましょう。7ミリのところに。あまり深くなりすぎないように。これで2つ折りにするときにこの目安ができますね。でラミネートの時はこのね、コロコロオープナー使いましょう。そしたらクリップなどで留めておきます。で今度は表から際を縫うようになります。小さいタブの方も同時進行で進めていきたいと思います。こちらはですね、目分量で構いません。こうやって三つ折りにしましょう。まず1センチほど折ります。これ3センチなのでちょうど1センチ折ると、ここに1センチ残ってますよね。これをこうピタッと合わせると三つ折りになってしまうんですが、これを少しずらしてこの中央のところステッチ入れられるように三つ折りにしましょう。この端のところが真ん中に来てしまうと縫った時にこれが外れてしまいますので、真ん中よりちょっとずらした位置に端が来るようにします。そしたらそれぞれですね、こちらは中央を縫い、こちらは際2ミリのところを縫いましょう。これからね、際を縫っていくんですが、そういう時に便利なのがこのミシンの押さえパーツなんですが、よくね登場しております。こちら本来はねジグザグ縫い用の押さえパーツになるんですが、このエッジのところを端に揃えると綺麗に縫うことができます。で今回はラミネートの生地なんですが、リバティの生地を使っています。
リバティのラミネートは比較的ですね、普通の押さえで縫いやすいものになってますのと、あと今回距離が短いので、今回もこちらを使っていきたいと思います。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7 になります。縫い目の長さは 3.0、 ミシンの針は14番をご準備ください。はい、私のね動画を何度もご覧いただいている方はもう何度も見てるシーンだと思いますが、初めての方もいらっしゃると思いますので改めて紹介しますと、このねエッジの部分を布端に合わせると際をねこのぐらいで綺麗に揃えて縫うことができるんですよ。際を縫う時って結構目線の置き場に困ってこうちょっとブレちゃうんですね、縫い目が。そういう時にこういうエッジがあると綺麗に揃いますよという紹介です。それでは返し縫いからスタートしましょう。はい、そしたら続けてタブも縫います。そしたらこのタブのところにリングを通して2つ折りにしたら、ここを仮止めしておきましょう。ではこういうふうに縫い止まったところで、最初につけたこの中央の合い印に留めます。そしたら端から 5mm を縫いましょう。この後三つ折りにして仕上げていきます。でまずこの折ってあるところ、折って縫ったところを最初に折りましょう。このね、最初につけた合い印があると思います。そしたら反対側も同じように合い印で折りましょう。はい、ではこんな感じですね。このひらひらって縫ってないのが今見えてるところになります。そしたら上下を7mm で縫いましょう。で 7mm で縫う時なんですが、家庭用ミシンの場合は押さえの端を活用しましょう。ぴったり 7mm じゃなくても大丈夫なので、大体ね家庭用ミシン押さえの端使うと 7、8mm で縫えるんですよ。なのでこの布端をこの押さえの端と合わせてこうやって縫ってみましょう。返し縫いからスタートします。この押さえの端を布端に合わせるようにして縫いましょう。同じようにして反対側も縫います。でちょうどこの重なりのあるところは返し縫いをしっかり入れていきましょう。このタブのところも返し縫いしっかり入れましょう。はい、もうねミシン終了ですね。あと表に返していくだけです。今度はこう手をここから入れて、ここ返し口になります。角はしっかり折ってからこの部分最初に出しておくといいですよ。で角ちょっと中に入れたら目打ちで押し込んでおきます。畳んで出すという風にすると綺麗に仕上がってきますので試してみてください。こんな感じで畳んで角出しておきます。そしたら表にしていきましょう。はい、そしたらこのね角足らないところは目打ちの先を結構深めに入れます。でこう内側から押し出すようにして角を出していくと綺麗に仕上がりますので試してみてください。こうやってね綺麗にピッと出てくると気持ちいいですね。
はい、これで完成になります。いかがだったでしょうか。比較的に簡単に作れるので、お友達のプレゼントなど量産して作っていただけたら嬉しいです。でカードをね、実際こう入れますとポケットが深くなってますので飛び出しにくいような工夫もしています。あとね、この定規もぴったり入るようにしています。実はこの定規はこの IC カードと同じサイズでデザインしてますので、なんかいろいろ作る時にもヒントになるんじゃないかなっていうふうに思っております。よかったらお友達へのプレゼントとかご家族へのプレゼントなどに作って楽しんでいただけたらと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の YouTube 動画をご覧いただいて、さらにステップアップを目指されたい方には、私はですね、防具学園で普段授業の方を行っております。あとオンライン講座も各種ございますので、ぜひこの機会にご受講をご検討いただけますと嬉しいです。あとおすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。